ガイジャーファルコンズの千秋です。安藤です。今日は現代の科学技術で産み分けがほぼほぼ可能になっとるっていう話を聞いたから、その話題を取り上げていきたいんやけど、産み分けっていうのは夫婦が男女どっちの性別の子供を出産するかっていうのを、産み分けるっていうことになるんやけど、男の子が欲しいから男の子を産むみたいな意図的に、そういうのが今可能になってきとるらしいよな。昔さ、なんかそういう都市伝説的な感じだったやん。あ、そう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 。なんか女性がすごいセックスの時感じたら男の子が生まれるみたいな、ちょっと都市伝説みたいなのもあった。俺が聞いたのは、なんか正常位やったらどっち、非常位やったらどっち、今どっちか忘れたけど、そんな、迷信っていうか、噂話はあったな。それは多分今でも迷信やと思うけど。そういう、なんか、産み分けのその理屈みたいな、なんかあるん？ちゃんと科学的に根拠があるような産み分けには。100% っていうのは今の医療技術だと難しいらしいんやけど。いや、さすがにな。ただ、生まれてくる人の性別って聞いたことあると思うんやけど、その染色体の組み合わせによって決まるんよ。ね、男の子やったら X 染色体と Y 染色体。で、女性やったら X と X みたいな感じで決まるんやけど、どっちの染色体の精子が受精するか、受精しやすくするかっていうのを科学的に、環境を整えることで産み分けるという技術があるの。要はなんか、精子は X 染色体と Y 染色体の2種類があって、卵子には X 染色体があるんよ。だから、X の卵子に対して X の精子が入ったら女の子になるし、Y の精子が入ったら男の子になるっていう。だから、男の子が生まれるのには Y の精子が受精する必要があるんやけど、それぞれに特徴があるらしくて、その精子の X か Y かで。で、男の子が生まれるのに必要な Y の精子は、なんか寿命が短いとか、で、アルカリ性の環境の中で生き残りやすいっていう特徴があるん。だから、この、要はアルカリ性の環境っていうのは、その女性の体内がアルカリ性が強ければ強いほど生き残りやすいってことになるから、そうすると、女性がオーガズムで、いわゆる行くっていう状態になると、体内というか、室内でアルカリ性の分泌物、だから、いわゆる、濡れるという状態やな。その液がアルカリ性やから、Y 精子が生き残りやすくなって、男の子が生まれやすいっていう。だから最初に言った、女の人が感じた方が男の子が生まれやすいっていうのはあながち間違いじゃないらしい。ちゃんと理論に基づいてあるんやな、そんなが。だから逆にアルカリ性の分泌液が少ないと、女の子の方が生まれやすいってことになる。女の子は、逆に。感じずに、受精したら。男の子が生まれるのに必要な Y 精子が生き残りにくくなるから。なるほど。X の精子が、受精すると、しやすくする確率が高くなるらしい。なるほど。じゃあ分かりやすく言うと、女性が行ったら男が生まれて、女性が行かんだら女が生まれるってことその 100% じゃないけどな。生まれやすいっていうのは、そういうことやな。他にも、セックスをするタイミングとかによって、産み分けるっていう方法もあるらしい。排卵日とかのそのタイミングで、女性の体内が酸性なっとる時とかアルカリ性になっとる時っていうのがあるらしくて、そのタイミングによって性交渉をすることで男の子と女の子どっちにするかみたいなことができるんで、産み分けは。結構しっかりした基準で産み分けの環境って整っとんねやな。技術が結構確立されとるというか、これ技術っていうかもわからんけど、そういうことやんな。だから。いや、正直そこまで産み分けレベルができるとは知らんだから、普通にためになったわ。でもなんか、女の人がよく感じ取ると男の子が生まれるっていうのはさ、本当にそうなんやと。多分本当にそうなんやけど、だから俺らの親がすごいいいセックスをしたから生まれてきたってことになるんだ。なるほど。だから俺らが生まれた時のセックスはもうすごい、満足。母親が生きまくっとった可能性がある。ちょっと気持ち悪いけどな。その理論やったら、男3兄弟とか男4兄弟の家族は、男がめちゃくちゃうまい、父親がめっちゃ頑張ったか、母親がめっちゃ生きやすいんかってことになるよ。それ相性がいいかもしれんよな。逆に、女の子しか生まれん家系は、もっと父親頑張れよって感じなんかな。女性の方がマグロなんか。すげえな。結構面白いな。これってどうなんやろね。一般的に男の子が欲しい、女の子が欲しいっていうのはあるんかな、やっぱり。ちょっと古いデータにはなるんやけど、2017年に行われたアンケート調査で、これは多分その女性妊婦さん向け雑誌みたいなのを作ってる出版社の
調査で、6288人に実施したお子様の性別で、その第一子はどっちがいいと思っていたか、もしくは今思っているかっていうアンケートで、一番多いのが女の子で、49% の人が女の子がいい。ほぼ過半数やな。で、2番目がどちらでも良い。40%。ここでもうほぼ 90% ぐらいで、第3位に男の子がいい。っていうのが 10% ぐらい。でもあながちなんか納得ってか、俺も多分そんな気持ちやわ。一人目、第一子に限ってやろ。アンケートは。やったら、一人目手のかからん女の子がいいって思うのは、わからんでもないわ。このアンケートで女の子がいいっていう答えた人の中には、母親と同性の子供の方が、気持ちがわかるとか、なんか育てやすい、同性の方が育てやすいとか、なんか男の子の方が、わんぱくだから、育てるの大変っていう。イメージとしてはそうやな。確かに男の子の方がなんか手はかかるイメージはあるよな。イメージあるし、実際多分手はかかると思うな。それが、何を対象かって思うかな。その子育ての大変さとかもあるし、もちろん金銭面的な大変さもあると思うし、それでどっちがいいとかっていうのは、第一子に限っては、内心思っとっても実際どっちでもいいっていう人が多いんじゃないかな。そうやな。あと、日本ではあんまないかもしれんけどさ、なんか後継ぎが絶対男の子じゃないとあかんみたいな家庭とか、そういう環境におると、絶対男の子っていう家もあるかもしれんな。そうやな、一人は男の子って。中国のなんか農村地帯とかだと普通にそういうのあるらしくて、なんか一人っ子政策の時にさ、女の子が生まれてしまったらもうそれ隠して、生まれた出生届出さずに2子3子って男の子が生まれるまで出産を続けるみたいなのがあったらしいから、そういうのも男女どっちがいいっていうのに、こだわる、夫婦は結構おるんかもしれんな。女の子ばっか、男の子ばっかもちょっとしんどいような気もするけど。そうやな。偏るのは嫌やな。ただ、このさ、第一子をどっちが欲しいっていう段階でさ、そのレベルで例えば奥さんがさ、絶対こっちじゃないと嫌やから産み分けしようって言ってきたらさ、それはそれで嫌じゃない？第一子に関しては。実際に産み分けれるっていうデータがあったとしてもさ、それをいざ対面で口に出してこっちがいいって言われると、ちょっと引いてしまうの俺やったら。子供は子供やろっていうことやんな。そう。そこでどっちかにこだわると、のはどうなの？道徳的にどうなんかっていう。でも、どっちがいいっていう人の気持ちも俺はわかるけどな。言われたら、産み分けしようっていうのは、俺は別にそんなに嫌じゃないかな。そう。意見が合えばな。意見が合えばもちろん。俺が女の子が欲しいって言って向こうも女の子欲しかったらいいけど。例えば2人、3人連続で女の子が生まれて、じゃあ次は4人目男が欲しいから、そういうの狙って、子作りしようとかやったらいいけど、1人目レベルで、産み分けガチガチにやって、この日排卵日やからセックスしようとか、違うからゴムつけようとか、そういうのはやっぱ違うんじゃないかな。それをこっち提案された側としてはさ、やっぱそういう奥さんがどっちの子供が欲しいかって知っとるからさ、もし仮に子供が妊娠して性別が分かった時に、違う性別の子ができたとしたら、産みたかった性別じゃない方が生まれた時に。内心がっかりしとるんやろなっていうのもちょっと垣間見えてしまって、仮に産んだ後に子供に子育てとか接しとるのを見ても、なんか内心こいつは別の性別の子が良かったんやろなって思って見てしまうとこがあるわ。望まれずに生まれてきたみたいな。そう。確かにその着眼点はなかったな。そういう風に確かに見てしまうかもしれんな。こいつ内心女の子が良かったのに男の子生まれてきてしまって、その子のことは本来産むはずやった女の子よりは愛せてないんやろうなみたいな目で見てしまうよね。っていうちょっと考えすぎな意見もあるかもしれんけど。失敗とか思っとんのかなみたいな。そう。実際生まれてしまえばやっぱ男やろうが女やろうが多分可愛くなるから。もちろんそれは可愛い子で気にしやんと思うんやけどな。思うけど、自分だけは知っとるもんな。どっちが良かったっていうのを。そう。だからこれは結局人の価値観やと思うけど、思っとっても、あんま口に出さん方がいいんかなとは思うな。雑談程度に、一人目は、こっちがいいなとかは、全然いいと思うし、俺も言うと思うけど、なんかそんな真剣な顔してさ、産み分け、この日はこうとか、この日はこうだからダメとか、そういうのガチガチに来られると、ちょっと嫌やな。女の子を望んで、育てやすいとかそういうのやったらいいけど、女の子をこういう風にさせたいから、女の子を見たいみたいなやと、なんかもうすごい親のエゴ感がすごいけどな。そやな。
自分が例えば野球やっとって甲子園に行けやんだから、男の子産んで甲子園に行かせたいみたいな、とも、すごいなんか親の夢の押し付けというか。確かにな。親のエゴ、まあ、それを言い出すと子供を作るってこと自体が結局親のエゴではあるから、それを否定するのはまた、子作り自体を否定してしまうから、悪いことではないんやけど、性別にこだわってるんやけど、倫理的にどうなんかなっていうのはあるよ。そう、倫理的にな。だから、このさっき女の子がいいか男の子がいいかみたいなアンケートもさ、2017年以降多分行われてないんよ。多分、そういうさ、倫理的に出来案があったんじゃないかなっていう、これ憶測やけど。そんな気がする。確かにな。男女で言うと、その産み分け、だから結構な確率でできるようになってるから。確かにな。こういうちゃんとしたデータがあるのは、すごい科学技術の発展の賜物やし、こういう情報と頭には入れとっても、越したことはないよな。そうやな。だから、いざ本当にどっちが産み分ける必要が出てきた時には。とか二人目とかな。一人目が男やったから二人目が女の子がいいみたいになったら、こういうのを試してみるっていうのは非常に有効やんな。確かにな。肝心なんはこういう知識として女性を生かしたら男が生まれやすいっていうのは知っとっても、肝心の男の技量がそれに伴ってなかったら、一生女の子しか生まれん。いやいやそれはなんか、おもちゃを使うとかな。やり終わるじゃん。なるほど。男も、そういう技量磨かな、ちょっとあかんな。そうやな。だから、俺らも、父親がおもちゃ使っとった可能性もあるな。別に今そんな仲良くないしな。そんな30年前の技術で。頑張って男の子が欲しい家庭はもう、奥さんを生かしまくって、濡らしまくるしかねえな。でもやっぱこういう知識知っとると、男兄弟、女兄弟の見る目も変わってきてしまうわ。確かにな。なんか、同級生にさ、男3人兄弟の同級生とかもおったからさ、あそこの家は、すごいいいセックスをしとったなって思ってしまうな。確かにな。今はもう、普通のおばちゃんやけど、すごかったやろな、みたいな。確かにな。自分にその、セックスのテクニックがあればな、選べるもんな。確かに。なけりゃもう自然なすまもやけど、確率を上げる意味でも。そういう意味では、だから結婚する前、ってか子供を実際に作る前から、ちゃんとセックスをしとくっての大事やんな。練習っていうかさ。そうやんな。理にかなってるよな。体の相性とかも、その時点でわかるんじゃないかな。そうなんだ。だから結婚するまでセックスはしませんみたいな。さ、今あんま聞かんけどさ、そういうのってすごいリスクやんな。確かにな。もっと世の女性はな、セックスとハードル下げていいんじゃないかと思うな。確かに、それは男側の意見のあれやけどな。交際して性交渉か、性交渉してから交際かっていうので言うと、性交渉してから交際の方が合理的やな。合理的って面ではそうやな。そんな感じで、現代の医療技術で男女の産み分けがかなりの精度でできるようになってきているよっていう話題を取り上げてみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。